すんごい簡単に言ったら、はい。やる気あるかないかですよね。そこの組織の長だったりとかはい。のコミュニケーション不足っていうことであれば、いい影響は少なかったら大ないですよね。業績が落ちるみたいな原因の一つにはなりかねないですかね。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。今日、森社長にちょっとお伺いしたいのがですね、最近、あの会社業績がどんどん落ちてるらしいよとか、社内の雰囲気が悪いなんて話をよく耳にするんですよ。やっぱり落ちぶれていく組織とか会社には共通点があるんじゃないのかなって自分なりに考えてて、いくつか僕が思う共通項みたいなのを考えてきたんで、それを今日、森社長にお話しさせていただこうかなと思ってます。なのでちょっと森社長の見解を一つ一つ教えていただけるとありがたいです。僕が考える共通点なんですけど、コミュニケーション不足による分断。これ結構あり得るんじゃないかなって思ってて。あるんですかね。コミュニケーションはさすがにね、やっぱ取ってないといけないですよね。部署間とか上下関係で情報共有ができてないとか、そういう組織だとやっぱ次第に分断されていくなって僕は考えてるんですけど。それはだから多分会社の仕組みだったりとか、そこの組織の長だったりとかのコミュニケーション不足っていうことであれば、いい影響は少なかったら与えないですよね。そうですよね。こういうことが続くと全体の目標が曖昧になったりとか、部署間での不信感っていうんですかね、そういうのが募ってくるんじゃないのかなと思って、一つ大きな要因ではないのかなっていうふうに思っています。失敗を許容しない文化みたいな、これもなんか当てはまる気がしていて、これについてどう思われますか？いやー、何言ってんのかあんまりわかんないけど、失敗を過度に責めるみたいな、挑戦したがらなくなるみたいな、そういう雰囲気になっていくんじゃないのかなって思って。もちろんね、揚げ足取りみたいな文化だったら、なかなか新しいこととかしようっていう人も生まれないし、業績が落ちるみたいな原因の一つにはなりかねないですかね。こんなこと言っちゃって変だけど、今言ってる問題ってなんかこの辺の問題を言ってて、でも根幹は組織がダメになるとかっていうのは上の大きな問題の話だから、もっと言うと経営トップとかね、組織の長みたいな話だから、影響があってそういう今言ってるようなことが起こるみたいな話なんで、ちっちゃいところ頑張って叩いてもモグラ叩きみたいになっちゃって、なるほど。根本的な解決にはなんないよなとかちょっと思っちゃうんです。すいません。いえもっと考えてきてるんですけど、一応いいですか？古い慣例に固執して変化しないみたいな。そうですね。だからこれはやっぱり結局だからリーダーですよね。会社のトップだったり組織のトップだったり、基本やっぱ一つ変われないっていうことは基本的にはもう下降を示すと思ってるので、組織がというよりかはやっぱりリーダー、そのトップがやっぱり変化を受け入れていったりとか、変化させていかないと組織自体も変化していこうとしないから、変化しないことを是としてしまったら、それが業績下がりますよねっていうのは、これはまあ時代として当たり前の話だから。ありがとうございます。それで言うと、それに付随するんですけど、リーダーがビジョンを示さないのも要因の一つだなって思ってるんですけど。そうですね。僕らが言うその目的とか目標がなかったら、勢いでしかいかないんで、その後落ちますよね。ありがとうございます。僕が今言った細々した要因っていうんですかね、それのもっと上の部分で言うと、森社長的にはどういった？究極やっぱ社長だし、究極経営陣だし、究極幹部ですよね。日本を代表する大企業です使ったらちょっと分からないですけど、ある程度の中小企業とか、それなりのまだ、何百人とかっていう話であれば、やっぱり、社長、役員、幹部、この辺の人に原因がありますよね、やっぱりね。どういう共通点があったりするんですか？すんごい簡単に言ったら、やる気あるかないかですよね。やる気あるかないか。やる気があれば、本当の意味のやる気があるっていうことは行動するんですよ。生き残っていくため、拡大するために、やっぱり行動をし続けられるかどうかですけど、その行動のやっぱ量と質が上がっていかないと、下手したら行動の量と質が下がったら、落ちますよね、それは。行動の量と質か。
仮にですけど、僕が思うに、実際の数は違いますけど、よく俗に言う、例えば10年で、新しく作った会社は10年で1割しか残りませんよ。厳しい社会なんですって言うじゃないですか。言いたいことは半分本当で、半分ちょっと意味が違うなと思ってるんですよね。というと、っていうのは、それって10年という時間スパンの中で、今から言うサイクルが回るからだと思うんですよ。何を言ってるかっていうと、例えば創業して、自分もそうかもしれないですけど、やっぱ1年目、2年目って、とにかくその、正常化する、ある程度利益するの必死だから、仕事しかしないわけですよ。普通の中小企業はね。だんだん3年目ぐらいになって落ち着いてくるとするじゃないですか。である程度売り上げも上がってきて、利益も出るようになって、そうすると、ぶっちゃけ言うとここで結構遊びをしようわけですよ。それにはまっちゃう、大体にはまっちゃうんですよね。例えば、うまいもん食いに行く、いいホテルに泊まる、いい車買う、いい時計買う、ブランド物買うとか、遊びもそれなりになるとか。これがやっぱ楽しいんで、みんな。最初は遠慮しながらやるわけですよね。だんだんタガが外れていくんですよ。身の丈に合わなくなっていく人が多くて。それでも別に会社すぐ潰れるわけじゃないんですよ。だから、ある意味、1年目、2年目までは、ほとんど仕事に費やしてたけど、自分の行動の量と質を。こっからは、ちょっとこう、遊びとか、あんまり仕事に関係ないのが入ってくるわけですよ。仕事に本当にこう、やる気があって、行動の量と質が入らないと、変化をしにくくなるんですよね。今までこうやってて普通にこれが利益出てるわけだから、これを維持してればこれぐらい遊べるわけじゃないですか。遊びが中心になっちゃうと別に維持できてればいいわけで、会社の成長っていう欲と、自分の欲求みたいな欲を増さない限りは、あんまりこっちにこう行動の量と質が来ないんで、自分の行動の量と質をちゃんと仕事の方にやっぱりちゃんと重点を置いて、先を見てやっぱできてる方だけの話だと思うんですよね。それができてないで比重がちょっと変わっちゃう人は、会社があんまりうまくいかなくなって、それはそうですね。だって社長が極端な話言ったら仕事あんましないんだから、社長としても。結局、ナンバー2とか3とか部下がやって、でも部下はそのトップじゃないから重要な決断はできないことが多いわけですよね。悪循環もあるんですよ、会社の中に。なるほど。それでも社長が何考えてるかっつったら、そういう自分の欲求に対しての金銭を残すためにもっと利益を上げるのをいろいろ考えるわけですよね。一つは例えば節税とか、会社別で作ってちょっと収入源作ろうとか、自分のためにこうやっぱり寄るわけですよね。そういう風にやっていくんですけど、やっぱあんまりこう悪循環に入っちゃうと、これで力尽きるのが10年ですよ。そういうことですね。そんなすぐは潰れないですよ。一応ベースで作ったその事業があるし、自分の欲求に入っちゃって、でなんとかこうね、残すお金もっと増やそうとかなんとかいろんなことやりだして、それが生き絶えるのがだいたい10年ぐらいみたいな。こういうサイクルで回るからなくなる会社が多いだけで。なるほど。究極社長が本当にその自分の行動の質と量をちゃんと会社の成長とか会社のために使えてたら、ほとんどの会社は潰れないと思うんですよ。だってそこまで真剣に向き合ってたら、すぐに変わらないと生き残れないんだったら変わろうと思って努力するはずだし。確かに。そういう経営者多いですか？多いからさっきみたいな話が出るんですよね。10年で1割しか残らないみたいな。9割が消えてなくなるわけじゃないですか。そのうちの半分ぐらいは社長のせいだと思うんですよ。そうなんだ。半分以上は控えめに言ってますけど。そういう意味では変化しない、変われないっていうのは、仕事に 100% 向き合ってなかったら変われないじゃないですか。間違いないです。だって今の現状で今のお金を入り続けることがせいだから。そうなんですね。結局でも業績だからやっぱ現れますよね。業績が悪いから社内の雰囲気が悪くなるわけですよ。なるほどですね。僕が前段でお話しした小粒みたいな要因っていうのは、その上の社長とか経営者層のそういうところから波及してくる現象なだけですよね。コミュニケーション不足による分断って言ったら、上がしっかりとコミュニケーションの重要性を分かってたら、ちゃんと施策をしたりとか、ちゃんとそういうコミュニケーション取りますし、上が取ってるのに下が取らないってあんまないんで。確かに。上がやらないから下がやらないわけですね。失敗を許容しないっていうのも、結局上がね、そういう風になってったら、そうなるわけですよ。評価が今でモチベーション下がるって、もしそういう状態が出たとしたら、ちゃんと評価制度を見直したりとか、説明したりとか、ちゃんとその従業員が評価が今でモチベーション下がるって言わないように施策を打ったりとか、行動したりとかするはずですよね。古い慣例に固執して変化しないっていうのもリーダーが変わらないから
変えないから、今の現状維持をやっぱり行動として求めちゃってると、下もやっぱそれを見て、変えないのが正だってやっぱ学んじゃうんですよね。そっかそっか。はい、リーダーがビジョンを示さないっていうのもそうだし、示してるかもしれないけど、それがだから額縁に飾ってある飾り事になっちゃってたりとか、昔はすごいこうやってたけど、今全然やんなくなったよねとかっていうのも、リーダーのやっぱり行動言動に現れますよね。なるほどですね。いや、ちょっと根本的な原因教えていただいてありがとうございます。落ちていきそうな組織、まずはやっぱりとにかく業績が落ちてるってことは何かしらやっぱありますと。業績が現状維持ずっと続いてるとか、これはもう必ず組織として結果として出てるわけですから、現象として、今その言われたようなことが出てくるんであれば、上からちゃんと確認をしていく、言動行動の量として見ていくと、この先ないんじゃないかなとか、多分わかるんじゃないですかね。なるほど。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いいたします。